心の薬チャンネルをご覧の皆さん、久保です。今日はですね、実際に僕が体験した大阪のある焼き鳥屋さんの話なんですけどね、タイトルをつけるとしたら、お店は人で決まるっていうね。お店の良さは人で決まるっていう話をしてみたいんですけどね。実はね、僕はよく勉強会セミナーとかで日本中回るのでよく移動はするんですけどね、それが朝早いと前乗りって言われる。その日が月曜日だとしたら日曜の夜には入っておかないと、朝早いと移動ができないからですね。僕小倉っていうところに住んでるのでできない。それは前乗りって言うんですけど、前泊ですね。で次の日の朝大阪で勉強会で、大阪の前の日で一人何もしなくていい。でホテルに着いたらですね、お酒が好きっていうのもあるんですけどね、やっぱ一人は寂しいタイプで、でも一人でお酒飲むのってちょっと一人酒ってちょっと恥ずかしいっていうか、じゃないですか。もう話しながら飲むのが楽しいじゃないですか。だからと思ったけどね、どうしてもお酒飲みたいのもあったし、人恋しいのもあったんで、そのホテルから窓からちょっと見ると、そのホテルの下に焼き鳥屋さんがあったんですよ。赤ちょうちんがね。もう僕を呼んでるなと思って、恥ずかしいけど行ってみようと思ってですね、入ったらもういっぱいのお客さんが。で余計一人引け目を感じるというか、団体で飲んでるみたいな感じなんで、そして僕入って「すいません、一人なんですけどいいですか?」って言ったんですよね。そしたら「どうぞどうぞ、もちろんですよ、カウンターでよろしいですか?」って言われて「もちろんカウンターでもどこでもいいです」って言ったら「カウンターにどうぞ」って言われて、カウンターに一人で座ったんですよ。でちょっと最初にお酒を頼んで、食べ物はちょっとメニュー見させてくださいなんて言って、パッて見たら焼き鳥屋さんのカウンターなんで目の前で焼いてる方がいるね。焼き手の人がいるんですよ。ただそれが、絶対オーナーさんだろうなっていう、50ぐらいで、頭はツルッツルに反ってて、怖い感じの、ちょっともうやばそうな感じの大将なんですよ。うわ怖そうと思って、目の前だからね。して頼んでちょっと飲んでたんですよ。でもチラッと見たら、その大将がもう怖いというか、キリッとした顔してね、目を焼いてるんですよ。ただね、その横に多分この店の中で働いてる人で、多分この人が店長か右腕かなって思われるような、6年7年働いてるような30枚ぐらいの青年が横にいるんですよ。その怖い大将の頭ツルツルの怖い感じの。でその人の横にその人いるんですよ。でパッて見たらね、その店長さんっていう人が横で焼いているオーナーさんを、好きな人の女性を見るような目でね、チラチラ見てるんですよ。要するにその焼き方とかがすごいんでしょうね。分かんないけど、手元と顔と見ながら、もう好きな人を見るように見てるんですよ。分かります？イメージ的に。たださ、僕的にね、気分がいいよね。同じ職人としてやっぱうまい焼き手の人を本当にじっくり見てると、技を盗んでるってのもあるでしょうし、大将の凄みを感じるのか、好意があるんでしょう。で焼いたものをポンと皿に乗せてもらうわけね、その店長さんが。そこの横にちょっとした葉っぱというか野菜がちょっとからしとか一味とかそういうものをディスプレイするっていうかな、頼んでこうするんですよ。そしたらね、ポンってもらった焼き鳥に緑物をちょっと置いて香辛料つけてるのを、この隣に怖いオーナーで、そこの一番経験者の店長さんみたいな人のこの横に2年生ぐらい、多分去年入ったかなぐらい、お年入ったかなぐらいの青年が、今度はまたその店長の盛り付けをね、手元とその人の顔を見ながら、好きな人を見るような目で全部男ですよ、見てるんですよ。ちょっと言うと「ほーへー」みたいな感じのうなずきも入りつつね。それまた見せるように、教えるように見せたりしながら、もうその3人の流れを見ててね、うわーいい店に来たなと思ったんですよ。店の雰囲気がいいなと思ったんですよ。辛そうな人も一人もいない。とにかく自分はこの人に惚れ込んで働いてるんだ的な、そういうオーラっていうかね、いいなと思ってたんですよ。でも出てくるものはね、美味しい。そうなったらもうおのずと。したら今度はホールっていう、向こうにテーブルが5個も6個もあるんですけど、そこから今度はね、20代全般の、僕から言わすと、絶対美容師か美容学校生の女の子だね的な、今時のブリーチして全部パッキンでも短くて前髪とかでもちょっと変わったアーティスティックな感じのパッキン。わかります？イメージ的に。美容学校の人かなみたいな感じの、その人がね、タタタタッと走ってきてね、お盆持って「店長、7番テーブルさんからハイボールを4杯いただきました」って来たんですよ。注文もらいましたって来たんですよ。
そしたらねぐっと怖い顔してるオーナーさんがねその子を見てねニコッチ笑ってねこうしたんですよ。オッケーっていうね。それもその美容学校生みたいな美容学生じゃないんですけどね、美容学校生みたいなパッキンの女の子、前髪切りすぎたような女の子が、それを喜んで、褒められた的なありがとうって言ったような感じですね。で本人はもう喜んだ感じでパッて振り返ってまたパッて向こうホールのに消えていったんですよ。なんとなく後ろ姿で言うと子供が親から褒められて上機嫌で去っていくみたいな、そういう感じ。それ見たらまたこういい感じなわけですよ。もう食事は美味しいしさ、その女の子の対応なんかもこう気になる格好見たら一生懸命なんですよ。決してこう上手にやってるようには見えないけども一生懸命こうやってるんですよ。そしてまたこっちに来て「店長焼酎だったか日本酒だったか注文いただきました」ってまたニコッとやってこうするんですよ。こちらの本人は喜んでパッてひっくり返ってさーっとまた行くんですよね。それをまた3年生の子たちがアドバイスしたりしてるんですよ。こっち側であっちはこうだよ、あのお客さんこうだからねみたいな、そういう感じでこうアドバイスもしつつ、もうそのスタッフみんなが生き生きとして働いてるんですよ。これはさ昔の言葉でね「戸が笑う」っていうんですよ。扉の戸ね、戸が笑うっていうんですね。それ要するにどういうことかというと、そんな風に働いてるお店は戸まで笑って見えると。わかります？言ってる意味。戸が笑うっていう、戸が笑う店なんですよ。もう僕ねファンになりましたね、そこの店。もうその後ね大阪行った時は必ず行くようにしてるんですよ。高取っていうの結構有名なお店みたい。後で知ったんやけど、そのお店を紹介したわけじゃなくて、僕はそこで働く人を見てね、なんかね辛い汗だなとは見えない、なんかいい汗だなっていう風に見えたし、何かみんながその人の手助けをしてあげたいとか、なんかそういう行為でつながってるっていうかね。やっぱあれってね、店が例えばボロボロでも味はそこそこでもきっとやっぱ繁盛すると思いますね。逆もしかりですよね。店はかっこいい、料理は美味しい、だから働くスタッフが寒々しくあったかくない、愛がない、それだと今みたいなお店にならないと思うんですよ。なんか怖そうなオーナーさんを好きな人を見るように店長が見てると。でその店長のまた仕事の仕方を今度はその次の2年生3年生の人がまた好きな人を見てるように見ている。して頼んできた子は褒められたくて頼み来る。それで喜んでまた飛んでいくっていう、もうこの空気感がですね素晴らしかった。だから僕の話を聞いてる、もしご商売してる人がいたらぜひやっぱそこは忘れたらいけないと思いますね。ちょっと言うとすごく美味しなケーキも、包装紙も入れ物の袋も悪かったら美味しくなさそうに感じるでしょ。あんな感じ。やっぱり本当により美味しく感じる、より価値を感じるのは人なんですやっぱり。だから人材のことを昔材料の財で書くけど、今は財産の財って書くじゃないですか、ほとんどの人が。やっぱり人は財産なんですね。なんかうなりました。皆さんも商売してたらそこを忘れないように、なかなか難しいですけどやれるといいと思いますし、この時代人手不足じゃないですか。そうすると求人なんとかいろんな問題も即解決できると思うんで、ぜひ人が大事だよってことをお伝えしたかったので、僕も頑張るし皆さんも頑張りましょうね。じゃあさよなら。